こんにちは。こんにちは。今日はですね、以前ちょっと引き取ってきた心拍の中からちょっとボサボサで枝も枯れちゃって枝も伸びちゃってみたいな、こういう状態からどうしようかなっていう感じで迷ってた木がありまして、鉢ももう割れてしまってますし、なので今回はこの木をもうちょっとキュッと縮めるような感じで、鉢も割れてしまっているので、本来の植え替えのシーズンではないんですけども、形を作ってあげるような感じで整えていけたらなというふうに思っております。木としては非常に古くてですね、鉢培養を続けてきた木だなっていう、まさに一生鉢の中で過ごしてきたんだろうなっていうような動きだったりとか、幹の硬さとかですかね、枝の培養だとどう違うんですか？やはり畑に植えているような木とか山の木とまたちょっと違くてですね、この枝自体がやっぱりちょっと太くて硬いというムチムチしてるような感じなんですよね。これが畑でいくともう少し細くてですね、柔らかいような枝なんですけど、もうこの辺見るとですね、完全に少ない水と肥料で生きてきたんじゃないかなっていうのが想像できる木になっております。ですので、この大きさと幹味ですね、それを生かしたような木に作っていけたらなというふうに思っております。じゃあこれできたやつは東純フェスでいいですか？東純フェスで売ります。いつでしたっけ？9月の20日から3日間ということで、それに向けて我々も着実に商品を追加していこうと思っておりますので、皆様ご来場お待ちしております。じゃあお願いします。お願いします。はい、ということでですね、今日はなんとニューギア、カメラが、ちょっと試し運転でということで、オズモポケット 4P ということで、1週間前に出たやつですね。そう、やっと届きました。なんか今もう売り切れになってた。3倍ズームがついてるんで。ということで、今日はマイクをつけております。よろしくお願いします。よかったらこっちにしましょうかね。じゃあ早速この木をちょっと若干見ていこうと思うんですけども、まずここにですね、足元にシャリがあります。ちょっとくり抜いたような形ですね。古さ非常に出てるかなというふうに思っております。でまた上に行くに従って捻転をしていると。でその中に太い枝が1本ここにあります。これがいわゆる差し枝になるんじゃないかなと。綺麗な落ち方をしてますので、これはぜひ有効に使っていきたいと思っております。こちらにも逆側にですね、枝がございます。でただこう全体に見るとですね、この長い枝っていうのは非常に多く存在しております。でこれってちょっと考え物で、これを使って作ることももちろんできるし、元はこういう木だったわけです。だからおそらく全体としてはこれぐらい大きい木だったんじゃないかなと思うんです。でもそれがどんどん枝が枯れていってしまった。でまたいいところにですね、胴吹きが非常に多く出てき始めてるんですね。なのでこの辺をですね、有効活用してよりコンパクトな木に作っていけたら面白いかなと思って今日はちょっと動画にしております。長い枝っていうのが今1、2、3、4、5本、6本ぐらいありますけども、これ全部落とします。ピッ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 と、ここだけの木を作るっていう感じでやってみたいなと思っております。ここ伸びてるやつは切っちゃう。そうです。心拍を育てていく中で、なかなかコンパクトに縮まんないとか、盆栽らしい形にならないっていう悩みの方結構いらっしゃると思うんですけど、非常にその心拍の利点としては胴吹きしやすいっていうのがあるんですね。例えばそれが五葉松とか別の、松類だとかっていうものだとなかなか胴吹きしにくいんですけれども、心拍って本当に詰めて元気を出せばですね、胴吹きしやすい品種になってますので、こういう風なちょっと元から生えた、本来だったら盆栽作りをしていく中では切ってしまうかもしれないような枝、懐の葉っぱも生かして作って、逆に生かして作っていくことによって縮めることができるので、そんな感じでやっていこうかなと思っております。でまずはですね、絶対にいらないというところ、頭が僕はこれで作ろうと思ってますので、これよりも高くなるような枝に関しては切ってしまいます。この辺
辺とかですね。でここに関してもですね、若干長く残しておきましょう。でちょっと天神みたいな感じで、ちょっとうるさいかもしれないですけども、一旦残して天神にして、後々切るとかでもいいかなと思いますので。これたまたまでも下から生えてる枝が結構伸びてきてるからこれやってるような。そうですね、やっぱり全部が全部こうやっちゃうと丸坊主になっちゃうので、どうしようか迷った場合、枝が長すぎてどうしようか迷った場合はこの懐の葉っぱをもっと元気につけるっていう風に作っていくと、よりコンパクトに作れるので、一個の作戦としてこういうのは覚えておくといいかもしれないですね。じゃあ新しく出てほしいなってところはこうつまずに、つまずに、あとはちょっと逆に長くするんですね、ここの枝を。元の枝を。そうするとこっちにしっかり光が当たるようになりますので、例えばこれでいっぱいこの辺にも葉っぱがある状態だと、なかなかこっちに光が当たらなくなります、なのでわざとここの葉っぱを摘んでいくんです、で先端だけ残すとしっかりこっちが元気になってきますので、胴吹きの芽が非常に元気になりやすいんです、じゃあこれも陣にしていきます、おそらくこれは 3,4 年ぐらいは放置されてたんじゃないかな。けど鉢も変わってないし、そこまでギュッとは伸びなかったんでしょうね。いろんな意味でちょっと放置されてた状態だと思います、こんな感じでできました。できました。でですね、今度ちょっとわざと1本ここ残しております、現状ここの枝とここの枝、ブロックでいうと2つにパートが分かれると思うんですけど、これだけだと若干この隙間が寂しいかなと思っております。で流れをこう出す中でポンポンポンという風にあるとですね、非常に流れって作りやすいんですけども、ちょっとやっぱり長いっちゃ長いんですね、枝自体が、正面こっちでいいですよ。こっちが正面ですね、なのでこの枝を操作してみて、違和感がなければこれは残しておくと、もしかしたら1本になるかもしれないですけど、1本だけでちょっと多いなって感じたらこれ全部取っちゃうような感じでやっていければいいかなと思っておりますので、次は針金かけていくんですけど、最初にちょっと掃除をしましょうね。普通はね、こっちに裏枝があるのがセオリーというかよくあるパターンですよね。こっちですね、ただこれは伸ばしてくればしっかり裏枝にできる。それが裏枝になる。そうです。やっぱりよりコンパクトにしていくっていうのを考えないといけないんで、どっちかというとこれ重厚な印象の木ではないというか、少し若干高めな印象の木なので、上から下ろしておくっていう方でいいと思いますね。はい、綺麗になりましたか？綺麗になりました、で、じゃあ今度は針金をかけていきましょう。下枝からかけていきますので、この辺をかけていきますが、この長いやつですね、これはですね、本当は取りたいんです、本当は取りたいんですけども、この葉っぱだけだとちょっといかんせん弱すぎるので、今はつけておいて、こいつらが元気になったらこれを取るっていう感じで考えてます。ちょっと長すぎるってことですか？ちょっと長いんだよね。だからキュッキュッとまとめるようになりますけども、もっとシンプルにしたいですよね、本当はね。枝は基本的に全部落としていくような感じで。そうですね、基本的には上から下に下げていくような感じで作っていきます。頭どの枝ですか？頭はね、これです。ちょっとですね、これです。今のうちちっちゃくしておけばですね、何年もこの大きさで作ることできるので、でこの枝はギュッと下げる必要はないんですけども、この長いやつだけはちょっと畳む必要がありますので、こいつだけにはやっぱちょっと太い針金をかけます。
一旦この下枝はい。キュッとしました。収まりは良くなったかなと思いますので、これに対して、この輪郭を出ないように作っていきますので、これはもう少しこの辺で作らないといけないんですけど、長いのでキュキュッとやらないといけないですね。キュキュッと畳むと輪郭としてはここを出ないように三角形ですね。で今度逆の枝を作っていきます。はい。僕大体こうやって作っていきます。左右に順番コツ。輪郭を下からこう作っていきたいんで、山のこの下のボトムというかからこうやって作っていくなるほど。イメージでやってます。お願いします。はい、こんな感じで逆側作りました。全体ここのボリュームからするとちょっと少ないですけど、後々大きくなってきますので、こういう感じで下から順々にやっていきます。はい、じゃあ進めます。結構進んでるようで、そもそも針金の本数もそんなに多くないんだ。多くないんで、ここの分け方が面白いですね。これね、後ろに回したんですね。そうしました。裏枝がない。しちゃいましたね。全体のバランスとしてちょっとやっぱり足りないなっていう感じの印象だったので、で今はもう上までってると、そこが将来の裏枝ですね。これですね、これを下げる。そんなにあれですよ、緩く巻いてますよ。緩めに。では完成を待ちたいと思います。完成した。完成。こんな感じ。盆栽になりましたね。なりましたかね。ちょうどでもやっぱここの間を埋めるのにやっぱこのね、これ必要ですよね。必要だね。という感じでできたので、じゃあ植え替えをしていきましょうか。はい。でですね、今ちょっと考えてたのは、結局こことここでやってしまうと、このおそらく前にこういう感じで来ちゃうんですよ。なのであんまり見せたくないので、見える分にはしょうがないんですけども、少なくするために、ここにちょうど穴が開いてたので、こう斜めに入れます。そうすれば正面に来ないで済むんで。なるほど。土を入れましょう。ちょっとだけ粗いのを入れます。水はけのためにね。このぐらいの細かいのと、10くらいの間らへんのやつを入れて、でこの下に土がしっかりいくようにですね、空洞を作らないようにですね。ベビーオイルで。ベイビーオイル。ベイビー。はい。水をやりましょう。夏はでもお湯でね揚げないように気をつけて。そうですね。皆さん。前回もやらなかったけど。言ったっけ？言った気がする。大事なことなので。もう一回言います。冷たいお水でね。水はけもいいです。水はけがいい。
木を敷きます。はい、苔張り。装飾っていう感じなので、なくていいってことですね。なくていいですね。ちょっとでも映えるように、そういう程度ですね。完成。ちょっとだいぶコンパクトにはなった印象ですかね。鉢もちっちゃくなったのはあるんですけど、全体的にやっぱり伸びてるやつを縮めて、はい、こうやって懐の枝で作ってあげると、もっとより締まった重厚感のある印象になったかなと思っておりますので。本当は枝はここからまた変えていきたいってことですよね。そうですね。もう少し懐からこのまた懐から出てきてくれたら、それに立て替えて、作っていければ、もっとなんでしょう、その違和感なくというか、こういうちょっとたぐっちゃってるところとかももう少しすっきり見えてくるんじゃないかなとは思うんですけど、それにはやっぱり時間がかかりますので、一旦はこれが完成形としていいんじゃないかなと思ってます。でポイントとしては暴れちゃったというか、そうですね。ちょっと数年放置されていた状態からここまで持ってくるっていうのには、いろんなステップがあるんですけども、一番はやっぱりこの懐の枝を作って、それで縮めていくと、そういうのが一番その盆栽らしさというか、一番格も上がるし、コンパクトに作れるというふうに思いますので、長い枝を使うっていうのは一個やり方としてはあるんですけども、どこかでちょっとなんでしょう、違和感が出てしまうというのが、この部分見てもあると思いますので、できるだけ短い枝で作っていくっていうのが盆栽の本質じゃないかなと思ってます。心拍に限らず。そうですね。で逆にちょっとおまけでもいいんで、今絵にあるちょっとガレッタというか、放置されたようなやつをどういう考え方でやるか。承知しました。じゃあやっていきましょう。じゃあこんな形で心拍の数年放置されたやつを縮めて作ってみました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもお待ちしてます。よろしくお願いします。9月の20、21、22ですね。お願いします。じゃあちょっとおまけでいってみましょう。例えばですけど、この辺とか伸びてますよね。でこれのここを先端と作っていく場合と、この辺を先端と作っていく場合の2種類やっぱり作り方ってあるんですよ。なるほど。で骨を作るっていう場合はこう一旦これ全部使って綺麗な枝筋というんだろう、なんだろうな、棚の基礎となるやつをこういうのは作っていくことはできるんですけども、ある一定のところでやっぱりこう元で詰めないと縮まっていきませんので、この場合は2パターンかなとは思ってますね。でこういう風に伸ばしたやつは、これを使うパターンと、逆にこれを使わずにこの辺から出てもらって出てきてるやつを使いたいなっていう感じですね。ないですけど。わかるかな。これはこっちは？こっちも同じですね。こっちでもいいですけど。わかりやすい。例えばじゃあこの枝見ていただくと、ここに長いやつがあります。ここにも長いやつがあります。ここに短いのがありますね。これ。これをキュッてこういう風に棚を作るパターンが1個。こうやって。普通ですよね。そう。1個奥で。ここだけで作る。でも今この状態だと小さすぎますよね。で考え方としてはこの差し枝とか一番下の枝っていうのは重厚に作んないといけないので、ここら辺はこれ全体使っても僕はいいかなとは思うんです。ただ上の方を見てみると全体的にこの幅りだと大きすぎるので、例えばこの辺に生えてるこの懐から生えてるこういうやつだけで作れると、もっとこんなちっちゃい木が作れるようになるので、幹が太く見えるようになるし、
盆栽の本質のこのコンパクトさコンパクトっていう風に作ることができますので、なんか考え方としてはやっぱ差し枝はまあ決まってるじゃないですか、はい、頭をどれにするかみたいなので、そう頭の位置を決めたらいいですよ、この辺を頭にするっていう決めたら、それに対してこう三角形にする、だからそうなんでしょう、僕はいつも見るときに差し枝どこかなって見たら、次頭はどこかなっていうふうに位置を決めるので、そこで全体の大きさ幅理感は決まってきます。だから頭の設定を一番長い枝で作るんじゃなくて、その1個下の段で建て替えられないかなっていうふうに考える。まず考えて、できなかったらそれでやるっていう感じ、なんでしょう、アップデートしていかないといけないので、はい、今の大きさが全てじゃないよっていう目で見てみるといいかなと思ってます。で今完成されてる木もゆくゆくはそういう作業が必要になってくる。なる、絶対なる、そうっていう感じですね。勉強になりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おまけです。はい。はい。アメリカからなんと。アメリカ。はい。ワッペンを。すごいですよ。急に小包が届いて、開けたらお手紙とともに。各色盆栽級ワッペン。ワッペンですね。すごい。で、川崎。昼間。カンタ。これ名前っていうの。確かに。すごいね。いや、ありがたいですよね。何につけようか。何につけようかだよね。道具入れでいいんじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。大事に使いましょう。引き続きプレゼント募集。嘘です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。